こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。今日の天気は快晴のようです。胃の中の河津には世界がこんな感じに見えているのね。さて前回は海底に進出し、海底に砂があることを無事確認できました。ただ急遽の思いつきだったので、廃校拠点にあるアイテムを取りに行かず海底に登り立ったのですが、少し難航気味でした。十分な砂の量が確保できなかったものね。まあ次は十分準備して砂集めしますけど、その前に廃校拠点との往復をしやすく、つまりレールを敷くことにしました。ただまだちょっと鉄不足なので、廃校に向かう途中で南北通路3、4本目の鉱石を回収してきます。なお、現在の収集炭ブロックは38種類です。次の狙い目は砂とイカ墨素材のブロックで、その他のブロックは運次第でしょう。さて、南北通路3本目の入り口に着きました。サクサクっと鉱石回収していきます。見つけたゾンビは基本倒してますが、相変わらず人参が出てきません。そういえば軽くブランチマイニングしようかという話ですが、やっぱり人参入手してからにしようと思います。やるなら栽培を兼ねてってことね。でも地下で人参手に入るのかしらね。まあ地上に出る日の方が早いならそれはそれでいいです。あら、エンダーマン倒してどうするのよ。一応将来のジエンド対策でエンダーガール狙いだったのですが、出ないですね。ゾンビからのエンチャント付き防具ドロップは初です。ちなみにダメージ軽減1でした。さて20分ほどで南北通路の鉱石集めが終わりました。なんでかゾンビがわさわさいて、ゾンビ肉8枚と金のヘルメットをゲットです。どちらも捨てちゃってもいいんじゃないの？それがどうも、重度のゾンビ肉捨てられない病にかかってます。多分企画終了まで完治できません。さて、廃校拠点に着きました。かぼちゃが育つまで廃校探索しましょうか。鉄の精錬もしないとね。で、ずっと気になっていた東西通路端の毒蜘蛛スポナーを攻略してしまいます。惜しくも毒蜘蛛に殺されずに済んだところね。あの頃は戦略的撤退を余儀なくされましたが、今はもうダイヤ装備完備です。成長した私の姿を毒蜘蛛に見せつけてやります。あれ、右側？さらに上？この高さじゃなかったんですか。どうしよう。で、なんで塞ぐのよ。成長した姿を見せつけるんじゃなかったの？さてはつぶししてたところでとりあえず宝箱発見です。でももう廃校の宝箱に期待するものはエンチャントの本くらいです。またあった。さらにはつぶししてたらまた宝箱がありました。いらなくなった途端にどんどん見つかるのはいつものことね。いやまだエンチャ本が出ないと決まったわけで割って4つ目。公式英語ウィキによると廃校の宝箱でエンチャントの本が出る率は80分の1です。まあやすやすとは出ません。さて、壁の中から複数のゾンビ声がしたのでひょっとするとスポナーかと思ったのですが。今日の天気はところによりゾンビです。今クリーパーもいたら面白かったのに。ちなみに結局この上にもスポナーはありませんでした。さて2つ目の宝箱ですが、まあダイヤは防具ロスとした時にはありがたいかも。そういえば入ってきたところの階段の下は、Y 座標12で行き止まっていました。依然としてまだ、溶岩海の高さ付近の廃校は見つかっていません。まああと、入り口付近のスポナーを埋めたブロックをフェンスに変えておきました。今毒蜘蛛がこちらを覗きましたので、これで私の成長した姿を見せつける目標達成です。そういう意味だったの？で、3つ目の宝箱ですが、まあ収穫はチェストです。結局4つともエンチャントの本はありませんでした。
その後少し探索エリアを広げたら5つ目のチェストを見つけました。せめて宝箱扱いしなさいよ。といったところで今回の廃坑探索は終了です。新ブロック入手はありませんでしたがまあ木材2スタック半とチェスト5つ手に入ったのでよしとします。さて、ぼちぼちレール式始めましょうか。まずは廃坑拠点の駅ですが、なんかこうボタンを押したらぐわーっと進み始めるようにしたかったんですが、何も思いつかないのでボツです。駅の方はシンプルかつ完璧です。さて東西通路上ですが、基本は30メートル間隔でパワードレールを設置して最大速度を維持します。東西通路上にあったモンスターエッグは取り去ってしまうことにしました。いいの？シルクタッチで入手可能ブロックか確かめるために取っておいたんじゃないの？他の場所でもいくつか見つけてますから多分大丈夫です。あれ？ひょっとしてレールに登れないのかな？さて、廃坑拠点を出てから40分ほどで、ようやく拠点までレールを伸ばしました。あとは岩盤まで螺旋状に降りてリスポーン拠点側の駅を作るだけです。そしてようやく完成。アイテム整理したら試運転してみます。結構時間かかったわね。まあいずれの実績解除もあるのでいつかやらないといけなかったことです。ちなみに座標軸的には1キロに満たないので、実績解除の際は多少伸ばす必要があります。さて、GOです。おお、トロッコ乗ったら2分で廃坑。いい感じでした。特に何も問題なかったわね。なかったです。で、早速お引っ越しです。海底探索用のアイテムですが、先ほどの廃坑探索中にカボチャが20個以上になりました。あと鬼のように溜まってるフェンスも持っていきます。そういえばフェンスって、ちゃんと息継ぎ用に使えますよね。試したことないのですが。ダメだったら溺死するだけだし問題ないわよ。一度に持っていけないのでとりあえず第1弾です。とまあ、トロッコから見渡せる景色は至極殺風景です。何度も乗ってると飽きてくるわね。チェストがあっという間に手狭になってきたので、先ほど廃坑で手締めたチェストで3段構成にしました。分け方は、最上部が日用品、真ん中はいずれ使いそうなもの、一番下はその他雑品です。さて、その後さらに2度往復して、チェスト付きトロッコ使えばよかったと軽く後悔しつつ、荷物整理がだいぶ終わってきました。そして最後に海底探索の準備を整えて、今回はここまでです。さて、今後の展開を少し整理しました。まず、地上の原木に手が届くのは今より14段上のはずで、最後のポイントとなるのは粘土の入手です。型焼き粘土を染めればかなりの数稼げるものね。はい。で、粘土は川底や湿地に沈殿していて、手が届くようになるのはあと10段弱くらいかと思ってます。ちなみに記憶の限りでは昔のバージョンでの海底でしか粘土を採取したことないので、具体的な埋蔵コードは知りません。なんでわざわざ海底で粘土取ったのよ。その時は海中スタートでのプレイで、まず陸地を作るために海底を漁りました。さて話を戻すと、粘土までの10段弱を稼げそうなブロックで想定しているものは12種類です。やっとここまで減りました。このうち砂とイカの分で5種類。あとは2つ3つブロックを入手するか爆破用の TNT を用意して、それで粘土採掘に向かおうかという感じです。まあ下の方は多分入手は無理でしょう。やっぱり要塞は探さないの？探さない予定です。
掘り当ての目安で20時間ほどかかりそうですし。では次回は、海底の砂集めの続きです。それではまたね。バイバイ。